どうも。バーチャルワオキセンザルのワオだよ。今日は古代キマシタワ文明の廃墟に来てるよ。かつて栄華を極めたこの文明は世界の速度についていけなくて滅びたんだ。古代キマシタワ人は任意の女性複数人が一定の仲の良さを見せるとキマシタワーという塔を建てて浮かれ騒いだ。一時は乱立する塔で空が見えなかったぐらいだ。今ではそれらの塔は全て崩れ去り、緑に覆われた廃墟の合間をテーテージカがうろついている。テーテージカというのはテーテーしか言えなかったので鹿にされた呪われた種族だよ。見てごらん。廃墟の縁がカクカクなのがわかるよね。解像度が足りてないんだ。だから滅びてしまったんだね。さて、みんなは関係性という言葉を聞いたことはある？誰かと誰かの関係性がすごいとかやばいとか尊いとか、オタクが人間関係について語るときに最近よく使われる言葉だね。でも関係性って結構曖昧な言葉だよね。抽象的で分かったような分からないような。だいたいなんで関係性なんだろうね。単に関係じゃダメなのとか、よく考えるといろいろ疑問が出てくる。というわけで今回はワオが関係性について話してあげるね。昔々、空が今よりずっと高く、海が今よりずっと深く、出版社がコンテンツホルダーではなく出版社だった時代。人と人との狭間に関係が生まれた。恋人、片思い、ライバル、夫婦、上司と部下、先輩と後輩、アイドルとプロデューサー。人と人との間に生じたある状態を特定の言葉に落とし込む。あの人とあの人どういう関係？という質問に対して、付き合ってるよとか不仲だよとか、その時点での2人の状態を答えることができる。これが関係だ。その時点での状態というのがポイントで、どういう関係という問いへの答えはスタティックな固定されたものになる。初期条件を指定すれば一定の法則に基づいてそれ以後の状態が導き出されるという意味で、古典力学的な世界観ということもできるかもしれない。しかしだんだんこれだけでは説明のつかない現象があることが知られるようになってきた。例えばすごく親密な2人に対して早く結婚しろみたいな表現をするのは、前提として恋愛、交際から結婚というコースがあるという暗黙の了解が共有されているからだよね。でもこの前提は社会的なテンプレートにこそのっとっているけれど、その外に広がる広大な可能性や名前の付けられていない関係のあり方を無視してしまっている。他には例えば営業という概念がある。ある人とある人がすごく親密であるかのように振る舞っているが、実はそれは観客を喜ばせるための演技であって、実際にはそれほどでもないという状況を想定して、この本物ではない見せかけの関係を営業と呼ぶわけだ。この営業と本物がかっちり分けられると考えたり、不仲と親密が別のものだと考えたりするのが古典力学的な関係理解だ。これだと例えば以下のような状態は説明できない。演技で仲良くしていたが、いつの間にか演技と素の区別がつかなくなってきた。舞台裏では犬猿の仲だが、それでも互いの実力が認めている。相手に対して何の思い入れもないはずだが、他の人と親しくしているのを見るとなんだか面白くない。相手と性格が全く合わず、目の前にいない時ですらも顔が浮かんでムカついて仕方がないみたいなね。こういう1か0かではない人と人との間をつなぐ様々な要素や時間経過による複雑な変化を取り扱うことができるのが関係性という概念なんだ。補足しておくと、古典力学的関係表現にも曖昧さを残したものはある。例えば友達以上恋人未満というのがいい例だ。しかしこれも友達という状態と恋人という状態を同じ直線の上に置いて、
その直線上の範囲を示しているだけなので、より複雑な状況を説明するには向かない。相対性理論や量子力学の発展によって現代物理学の理論が構築されたように、複数の要素間の相互作用を語るにはより繊細なアプローチが必要になる。人と人の相互作用は初期条件が同じでも予想した挙動を示すとは限らない。形も一つに定まらないし、瞬間を切り取ることが無意味なくらい絶えず変化を続けていく。そういうダイナミックな相互作用を表すのが関係性なんだ。だから、あの人とあの人どういう関係と聞かれたとき、現代のオタクは口を閉ざしてしまう。なぜなら一言では答えられないからだ。どう答えても何かを取りこぼす気がするし、その関係性が構築されてきた経緯や文脈を踏まえないと、どうしても伝えられないことがあると分かってしまっているからだ。世の中には関係性があるとしか表現できない関係性があるんだ。みんなその関係性を少しでも理解しようと懸命に情報を追い求める。複雑な関係性というパズルのピースを集めて認識の精度を上げたいからだ。ところが恐ろしいことに、関係性を追い求めていくとこの沼には底がないことがわかる。人と人との関係性は傍から見ている限りある程度のレベルまでしか見て取れない。表に出ている部分以外は当事者同士にしかわからない。何より物理的に観測できない。そう、観測できない。これが現代の関係性の重要なポイントだ。どんなに頑張っても他人の関係性はわからない。公開されている情報からいくら想像をたくましくしても結局は想像でしかない。そうしている間にも当事者はオタクの目の届かないところで関係性を構築し続けている。なんとこれはフィクションのキャラクターでも実在する人物でも変わらない。オタクが見ていない部分で重要なことが起こっているのに、オタクには永遠にそれがわからない。これが何もわからんという概念だ。関係性を見ようとすると、どんなに解像度を上げてもこの壁にぶち当たる。しかし、その半透明の壁の向こうから、ものすごく眩しい、むき出しの愛が光り輝いているのが見える。関係性というのは、このように顕現した愛の一つの形なんだ。そのまばゆい光に引き寄せられては、勝手に燃えて灰になっているのが限界オタクなんだ。かわいそうだよね。みんなも気をつけてね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録と高評価と Twitter フォローよろしくね。青でした。バイバーイ。またねー。